その辺はね、なんとなくこう周りの空気に合わせていただいてね。白いものに書きたくない。危ないんですよ。危ないので座布団は本当に座布団はもう絶対投げないでほしい。ミッキーだよ。皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。こんにちは。こんにちは。おはようございます。おはよう。まあいいや。親方チャンネル討論会ということで、討論会。真面目な会なので、はい今日はですね。今日は朝までこのまま。朝まで。三山関校長が今日はい。いろいろ今日は真面目な話ということねで、三山関親方にお越しいただいたということで、はいぜひ朝までよろしくお願いします。なんか同じ九州場所担当、そして名古屋でも同じ担当をやらせてあもう本当だ一緒に本当仕事してる仲間で、はい今日はいろいろと特にやっぱ本場所はい担当してるっていうことで、ルールというか、はいね、暗黙のルールなんですけどね。はい本場所の観戦マナーについて今いろいろと言われてる。ネットでもね、はい、ネットでもいろいろね巷でも結構言われたりしているので、そこでちょっと校長先生のお話も我々の話もこう交えながら交えながらねお話できたらなと思います。はいはい。はい、よろしくお願いします。今地出待ちですね。はい、はい。皆さんね、まずははい楽しみにそうですね。待たれてると思うんですけどはいね。力士がこう入場というか入ってくる時、場所にこう来る時と。相撲に行く時と、2種類あると思うんですけど、国技館だと力士が入ってくるところしか見えないんですけど、相撲を取りに行く時はお客さんと会わないんで、ただ地方場所っていうのはお客様とこう動線重なるところもありますからね。はい、なのでそういうところも、まず最初に力士が、本場所に入場する時の入ってくる時ね。入ってくる時の、車から降りてだったり、その外からこう館内に入ってくる支度部屋に行く時のマナーといいますか、これもでも特にこの相撲協会としてなんかルールがあるというわけではなく、やっぱ昔からこうなんていうんですかね、ファンの間でやはりこう取り組み前のね関取たちに声援は OK なんですけど、なんか写真を撮ってくださいとかサインをしてくださいっていう声はかけないようにしようっていうのはなんか昔からねファンの方々の中でできたルールというか、でもね、いろんな人が本当に応援に来てくれてる中で、そういったそれぞれがなんかやっぱ不快にならないように、なんとなくこうね、私たちもそのファンの人たちの気遣いがすごく嬉しいじゃないですか。やっぱこう取り組みにこう集中して、ね、どうやって立ち会い行こうかなとか、ね、今日はどうやってどういう相撲を取ろうかなって考えながら歩いてるその集中力を途切れさせないようにっていう思いでね、そういったこう対応してくださってると思いますので、なんかやっぱりこう初めて見に来られる方とか、そういうの分からなかったりするとやっぱりどうしても写真撮ったりっていう、ね、写真もらいたいなっていう気持ちは分かるんですけど、やっぱその昔からこの大相撲大事に応援してくださってる方々の気持ちも踏まえると、その辺はねなんとなくこう周りの空気に合わせていただいてね、写真撮影とかサインとか力士も集中してより集中してね、相撲取れるんじゃないかと思います。やっぱりこれから相撲あくまで自分が現役の頃はやっぱり相撲をこれから取るっていう時だったので、やっぱりサインとかはやっぱり書かないようにというか、入る時はですね、写真を一緒に撮るとかっていうのは力士目線で言うとやっぱり少しそこはできたらですね、控えていただき控えていただきたいなっていうのはありますよね。ダメってなんかはっきりとは言い切れないけど、でもなんかやっぱりこう応援してくださるっていう気持ちがあるのであれば、ちょっとそこはなんかもしよかったら集中させていただけたらなっていう思いはありますよね。そうですね。逆に出てくる時はね、勝って出てきた時とかは力士も気持ちよくね。そうなんですよ。それ難しいところで、ね、だってお客さんその日しか来てないじゃないですか。で負けて不機嫌そうな関取に写真撮ってください、サインくださいって言いづらいなっていう気持ちは分かるんですけど。分かりますね。でも意外とお相撲さん不機嫌そうな顔しててもね、写真撮ってください、サインくださいって言ったらきちっとね、答えてくれる力士の方が多いと思うんで。取り組み中の写真撮影はそもそもたまり席ではなかったら OK なんですか？そうですね。ご自身のお席で撮られるのであれば、だから花道とかに行ってちょっとこう花道から撮ろうっていうのはご遠慮いただきたい。あそこにこう人が溜まってしまうとやっぱいろいろとトラブルが。自分の席から後ろの周りのお客さんに邪魔にならないように、こういうふうにこう撮ると後ろから見えないんで、自分の席のところからこう取られる分には構いませんってことですね。OK ですって。フラッシュは正直現役って考えると相撲取ってるって考えると
正直フラッシュなんか目に入らないです。全然その、はい、気になったことないです。気になった気になったことないですね。相撲の相手しか見てないんで、はい、そこは気になったことないですけど、まあ変なカメラマンもフラッシュできますもんね。でもそうあんな土俵溜まりにいるねカメラマンのフラッシュでも気になったこと一度もないですね。取り組みに関しては。お客様同士だとちょっとこう自分のこう対面のお客様からのフラッシュが眩しくてなんか見えないっていう話は出てくるとは思うんですけど、それも結局そのね向かい側に座ってるお客様への思いやりの話になってくるじゃないですか。だからね自分がされたら嫌なことはやっぱりこう自分もしないっていうふうに考えていただくと多分いいのかなと思います。今のカメラ精度いいからフラッシュなくても綺麗に映りますもんね。そうです。実際。であれですよね。あとはその力士本人の、気持ちっていうのもものすごく大きいですよね。多分その場所中サインあんまり書かないとか、場所中サイン書かないんですよ。結構写真とか撮るんですけど、白いものに書きたくないっていうその場所中はっていう彼なりのこだわりっていうか、そこはすごい持ってやってるので、場所中じゃない時は全然書きますし、写真とかはその代わり撮ったりはしてるみたいなので、そういうそのこだわりのある力士もいますので、その各力士に人によってその人によってね思いがあるからね。っていうのはやっぱこうやって聞いたらでもなるほどな、玉鷲は写真はけどサインはしないんだ納得できるしね。意外とねなんかこう力士験担ぎってあるじゃないですか。だからそのね玉鷲の白いものにっていうのは多分験だと思いますし、なんかそういったこうルールというか力士それぞれのルーティンというかそういったものをなんかやっぱり大事にしてあげてほしいなって思いますよね。確かに。勝手にじゃあ写真を撮るのは OK なんですか？もちろん。はい。もちろん。撮られるところを声掛けせずに写真を撮る。昨今で言うたらそのプライベートがいろいろで。勝手に写真を撮るのってダメとは一般的に館内ですからね。館内だから館内はもうそういうもちろんただこう呼び止めて隣にこう並んで一緒に写真撮ってくださいっていうのはできればご遠慮していただきたい。もう本当にさっそうと歩いてるかっこいい力士はどんどん撮っていただいて、バンバン個人 SNS に上げていただいてね、応援していただければと思います。そこは館内の中ですからね。プライベートの時間ではないところなので。今年はその入町の時は、力士の皆さんも集中しているので、できれば、ちょっと集中させていただきたいと。で町の時は勝敗とかいろいろありますけども、そちらの方が声かけていただけた方がいいって感じ。そうですね。明日も頑張ってねって言いながら、どちらかというとやっぱり入りよりも出の方が声かけるならっていうところはありますよね。かけやすいんじゃないですか、お客さんもね。だからこう力士によってね、さっき小野川方おっしゃったように対応が変わるとは思うんですけど、それぞれやっぱ力士の考えとかルーティンとかあったりして、いろいろこうなんか力士はしてくれなかったとかっていう思いも出てくるとは思うんですけど、その辺もなんかそれぞれのね思いをさせてあげていただきたいな。結構巡業なんかであるよね。だから本来こう協会のルール的になんか実は稽古中はサインをしないっていうルールに実はあるんですけど、昨今なんかこう結構稽古中にも稽古しない力士とかがこう周りの土俵の外の外周のところとかで準備運動してる力士とかがサインしちゃったりするケースがあるみたいなんですけど、ね、前に私聞いたんですけど高田川部屋の輝なんかやっぱりそういうルールを徹底して守るんで、あの子なんかはですね、だから稽古中にサインはすいませんって断るとなんか対応が悪かったとかってたまに声聞くんですけど、実はルールを守ってるの輝っていう。そうですね。稽古中はしない。そうだからなんかその辺も結構ね、土俵入りなんかでも力士出てきたら本当に巡業なんかだと気さくにね、サインもしてくれると思うんで、なんかその辺もなんかそれぞれ力士の考えがあると思うので、あの子はそういう対応だった、この子はそういう対応だったっていうのであまり考えないでいただけたらなと思いますね。差し入れをお渡ししたいっていうのはどうなんですかね。なんか入るときに差し入れとお渡しするもんなんかなと思うんで。いや、できればやっぱり出る時がいいですね。すべて出るときに。教会で預かってくれるようなところはないんですか。これ渡しておいてくださいみたいな。あ
あまり聞かないですね。やっぱ直接渡していただいた方がいいですね。そこでも必ず受け取ってくれるとはもう限らないっていうのはあると思いますね。まあでも拒否する力士はいないと思いますんで、まあでも直接の方がいいんじゃないですか。ね、それ直接がやっぱり絶対にいいと思います。はい。だって本人もいただいたね、お客さんからいただいたって嬉しいと思いますし。花道そうですね。地方場所はやっぱり支度部屋から花道に行く、土俵に行くまでの間も一般のお客様と同じ動線になったりしますので、そこの部分は本当に声はかけて欲しくないところだと思います。力士はやっぱり本当に今から本当戦うところなので、そこの部分だけはできるだけできるだけじゃなくて本当にそっとしておいてちょっと遠くからもし見るとしてもですね、通路になりますので、一般のお客さんも通るのはもちろん通路なので仕方ないので、一般のお客様の邪魔にもなるので通行の妨げにもなりますので、そこは速やかに通っていただいて、もう今から相撲だなって思うぐらいに、そこで写真撮ったりとか声をかけるっていうのはやめていただきたいですね。はい。ここからは観戦マナーとなります。座布団を投げるであったり、はい、指で鳴り物での応援であったり、声を揃えてのコール、声援のタイミング、手拍子、着信音とかですね、そういうのもありますし、応援具の大きさ、横断幕とかどこまでの大きいものでもいいのかと、あとはタオルの扱い方とかうちわの扱い方とか、取り組み中の席移動などなど。まあでも正直全てが全て、他のお客様にご迷惑をおかけしてしまう案件だと思うんですよね。だから協会としてダメっていうよりは、やはり全てが周りのお客様にご迷惑がかかることであるじゃないですか。だから先ほどの入り待ちの話と一緒で、やっぱ古くからいるファンたちがその力士に気遣ってサイン写真は撮らないようにしてるっていうのと一緒で、じゃあ立ち会いの瞬間、やっぱり一番力士たちも相撲ってやっぱ一瞬で決まってしまう勝負なので、やっぱ立ち会いってすごく集中してるんですよね。その集中している瞬間、やっぱり声をかけずに集中できる環境を作ってあげようってしてくれてるのが多分ファンの方々だと思うんですけど、だからそれやっぱり周りの空気に合わせて静かにしていただけたりすると、あえてあそこって静かになるから声出すと声が聞こえるんですよね。だからそうするとなんかちょっと変わった方だと、その静かになった瞬間に声を出すとテレビが拾ったりとかしてですね、テレビに自分の声が聞こえたなんていう、そういう楽しみ方をされる方もいらっしゃるのかもしれない。私は分からないですけど、でもやっぱり立ち会いの瞬間シーンとなるのもやっぱもう大昔から、相撲の放送が始まった大昔からこの状態っていうのはファンの人たちの間で作り上げていただいた文化なので、それもやっぱ文化としてなんか守っていっていただけると嬉しいなっていう思いですよね。だから鳴り物なんかもそうじゃないですか。それをやっぱり不快に思われるお客様がたくさんいらっしゃるからこそこういった議論になるわけで、だからやっぱり周りのお客様にご迷惑をおかけしないっていうのを大前提に、自分なりのなんか楽しみ方を見つけていただくっていうのが一番なんじゃないかなって。思いやりですよね。日本人の古くからある思いやりの精神ですねと僕は思うんですよ。だからタオルもそうじゃないですか。だからもちろん応援したいっていう気持ちをね、前面に出すと腕を高く上げてこうやって応援したいんでしょうけど、そうすると後ろの方が見えなくなる。だから末席にもちろん足が悪かったりして座椅子を持ち込んだりとか、ちょっとした椅子を持ち込んだりされる方っていらっしゃると思うんですけど、その高さによって本当に後ろのお客様が見えなくなるっていうリスクもしっかりと考えていただいた上で、そうすると多分必然的に座椅子とかって持ち込めないような感じになると思うんですよね。そうですね。例えば自分の前の方がそう立っててタオル掲げてこうやってたら、でそれで見えなかったって思ってもらえたらですね、そういう。そう、取り組みの途中に座席を立って、やっぱ視界を妨げると私たち相撲協会としてもその一瞬一瞬の動きとか技の掛け合いとか、そういった組んでる時の筋肉の張りとか、そういったのもすごく相撲って見ていただく上では重要なことだと思ってますんで、そしたら目の前をお客様が通ったりするとその瞬間を見逃してしまうっていうリスクが発生するので、そういうのも考えていただくと、多分周りのお客様のことを考えていただくと多分
必然的になくなるんじゃないかなって思うんですよね。皆さん本当に相撲が好きで、こう力士たちを応援するためにこう見に来てくれてるお客様たちだと思いますので、そのみんなのこう根本はやっぱり相撲を楽しみたい、応援したいっていう思いだと思うので、そこは周りのお客さんにもその配慮をしてもらうと、より一層こう楽しく相撲が見れるんではないかなっていうのは思いますよね。でも大抵のお客さんまだいいけどね。大抵はまだいいです。大抵は皆さんなんかもうまだいいんで。本当にそう思います。私コロナの時にすっごい思ったんです。やっぱコロナ禍でやっぱりこう外出が制限されたりとか、そういう中でもやっぱ相撲が見たいって思ってくださってる本当にコアな相撲のファンの方々、広角化の方々がやっぱご来場いただいてたじゃないですか。そしたら声援はやめてくださいって本当にルールを徹底して守っていただいて、すごいなってすごく感じたんですよね、あの時に。だから拍手で声援してくださいとかっていうのも、そういった本当にお願いを全て聞いていただいて、お相撲のお客さんって本当にマナーがいい方多いんだなって実感したのがコロナ禍の開催だったんですけど、本当にほとんどの方がそうやってマナーは守られて、本当にそれぞれファンの間で大相撲の見方っていうのを多分作っていただいてると思うので、ですからこう周りのこう空気に合わせるっていうのはすごくお互いにこう楽しく相撲観戦する上ですごく必要なことなんじゃないかなって思いますね。そうですね。座布団はやっぱりこうあれ前のやっぱ当たるとですね、結構昔ムチ打ち症になったとかって、そのまま病院に運ばれた方も意外といらっしゃるので、危ないですからね。危ないんですよ。危ないので座布団は本当に座布団はもう絶対投げないでほしい。あれ痛いんですよね、結構。痛いです。しかも遠くに飛ばしたいから皆さんね上手に回転させて投げるんですよ。だから回ってくると目なんかに当たると失明する危険もありますし、座布団は絶対にそういう罪にもね問われる可能性もありますからね。その座布団投げて、なのでそこはぜひやめていただきたい。座布団はね。座布団もともとの座布団を投げているその由来っていうのは、由来というか私も聞いた話だから真実かどうかはわからないんですけど、大昔その江戸時代から明治時代にかけての大相撲のその興行の際に、当時その着物を着て来られてるそのごひいきさんとか広角家の方々がいい取り組みがあると羽織を投げたらしいんですよ。着てた羽織をですね。でそれをこう呼び出しとか関係者が拾って、そのどなたの羽織かやっぱ裏地とか着物で分かるので、その方のところにこう届けに行くと今日はいい取り組みだったなって言ってご祝儀がもらえたっていう。だから昔はあれ本当に座布団じゃなくて羽織を投げられてたらしいんですよ。だからそれがなんかどっかでこう変わってですね、好取り組みの時になんか座布団を投げるっていうなんかどっかで文化になってしまったんですけど、でも本当に座布団は本当に危険なので、本当に絶対に投げないでいただきたい。九州場所はね、4枚の座布団が末席の座布団はくっついて投げられないようになってるんですよ。2枚2枚でその2枚も接続されてるので、だから九州はなかなか投げることはできない。じゃあ小野川親方の上着を俺はじゃあ今度届けて持ってったら谷町か俺。そしたらそうらしいんですよ。なんか本当昔って面白いもんでですね、だって取り組み後の汗をかいた力士の体にこうお札貼り付けて、ペタッとだからなんか力士のこう体をこう触るっていう文化も、あれ本来は昔はお札をこうやって汗かいた体に貼り付けたらしいですよ。ご祝儀だご祝儀だ。あのたち有料だったんですよ昔。有料だった。これが聞いた話なんですけど、これがお金をこうなるほど。なんか我々も現役の時思うと本当に1番しか取らないのに大汗かくじゃないですか。やっぱ集中力で汗だくになって帰ってきてるその汗にお札を貼り付けてくれたらしいです。それがあってお相撲さんパタパタパタってなんかよく叩くっていうなんか文化の始まりっていう、それ私も聞いたことがある話なんですよ。真実かどうかは分からないです。諸説ある。諸説いろいろありまして、でもたまり席で今スマホとかももう普及していると思うんですよ。スマホの扱いっていうのはあそこも本当ね、たまり席ってこう別名砂かぶり席っていうぐらい近い席だよっていう、砂かぶりって近いって砂が飛んでくるよっていうことじゃないですか。ってことは砂が飛んでくるってことはイコールもつれた力士も飛んでくる可能性があるって考えると、その危険物だからあそこって飲食もできませんし、カメラでの撮影はもちろん禁止なんですよね。だからどうしても力士が飛んできた時にその怪我をする
お互いに怪我をするリスクがあるので、本来カメラでの撮影はやめていただきたいっていうふうになってますし、たまり席のこう座れる年齢制限なんかも、やっぱり高校生以上でないと観戦できませんよっていうルールもありますので、その辺やっぱりこういろいろホームページ上とかでも観戦約款がありますので、その辺でしっかりと確認していただいて、だからこう結構ご高齢の方多いんですけど、本当に飛んできたらこう自分で逃げられる、はい、自分で逃げられる方のみっていうことになってて、なんか前に以前松葉杖をついた方がねいらっしゃって、たまり席でご観戦されたいってことだったんですけど、じゃあ力士が飛んできた時に逃げられるかって言ったら逃げられないし、逆に言うとその置いてある松葉杖を力士が踏んづけるとやっぱりこう捻挫とかで、力士の捻挫ってやっぱ体重が重い分、あと土俵の上から飛んでくるじゃないですか。だからその分すごくこうそういったものを踏んでしまったりすると、もう骨折したりだとか捻挫も本当長引いてしまうケースがやっぱ出てくるので、そういったやっぱ危険物はたまり席には持ち込んでいただかない方が、というかいただきたくないはっきり言うと。はい。だから昨今、新しくなった九州場所もそうですけど、名古屋場所も、たまり席の下に靴をしまったりできるようにして、なるべく通路に物が置かれないように、できるように工夫はされてきてますので、だからできることなら本当にスマホの撮影もご遠慮いただきたいし、もちろん電話なんか持ってる方がですし、やっぱそれは土俵から落ちてきた力士と接触した時に危ないっていうのがまず大前提になるってことですね。もちろん力士が危ないというよりもお互いに、力士もそうですけどお客様も危ないですよということで、その危険物は、お互いの安全を守るためにそうですね。はい。だからぜひ本当のその辺もなんかやっぱりこうどうしてもチケットの裏とかに意外と書いてあったりするんですけど、なかなかそんな細かい字までですね。そうですね。だから安全面を考えて、お子様も砂かぶりはご遠慮いただいてるっていうことですね。そうなんですよ。だから結構なんか観戦ルールってすべてがその皆様の安全と、あと皆様のこう快適な相撲観戦が基づいた上のなんかルールというか、暗黙のルールっていうのが一番多いんですよね。はい。その辺はなんかねしっかりとこう周りを見ていただくと多分すごくよくわかると思いますので、周りをこう気にしながら応援していただけるといいなと思いますね。着信音はどうなんですか？今のお話で出ていたような。着信音はですね、館内で必ず休憩時間というか間が空くと放送係の行事が携帯電話はマナーモードに設定するか電源をお切りくださいっていう、やっぱりこうそういったこう厳かさっていうのも相撲観戦で上ではすごく大切にされてることなので、シーンとなった立ち合いの瞬間にピロリロリロリってなったらですね、力士もなんて2人振り返っちゃったりしたらもう本当にコントになっちゃいますから、だからできれば本当にいい相撲が見たいというふうに思っていただけるのであれば、そういった部分もなんかこう気をつけていただけるといいのかなと思いますね。ベストの声援ってどのタイミングなんですか？ベストの声援、あれじゃないですかね。一番自分的にはですよ。力士がタオルを渡されたら時間いっぱいなんで、それぐらいのタイミングで塩巻いて入る時が一番歓声が大きい気がしますね。イメージでは。タオルを初め名前を読み上げられて土俵に上がる時と最後の時間の時。時間で今から相撲取って塩巻くって時ぐらいが歓声が一番大きくなって、尊敬してちょっとだんだん静まって。で相撲に集中してみたいな流れが結構多いのかなっていう。確かに俺も思い返すとそうだったかな。大声援の中で。大声援の中。名古屋場所ね。名古屋場所ね。ずっとシーンとして自分で言わせんな。まあでも名古屋場所だったらね。名古屋場所はもう地元ですから。そのタイミングにやっぱ声援されるのがその力士としてもこう気持ちも上がるしみたいなことなんですね。まあでもそうですね。正解は本当にないからなんて言っていいか難しいですよね。自分で体感だよね。体感としてやっぱり名前呼ばれて最初土俵に上がる時と相撲を取るその最後タオルが多いですよね。が多いよね。あと関取衆だと土俵入りですよね。土俵入りの時名前を呼んで上がる時。決まりはないけどね。決まりはないんで。なんかでも本当に小野川で言ったみたいにタオルの時にこうわーって
こう声援もらうとなんかこうよーってこう気持ちがガーッとこう上がってくるのはあるかもしれない。でもそうですね、うん、タオル拭き終わって塩持って最後行くっていう時ですね、よし行くぞっていう時にこう後ろからどんどん声援いただくとこう後ろから押されるような、なんかこう気持ちになる、なんかねちょっと思い返しましたね今。確かにと思って思い出した。確かに力入りすぎてこうパタってこう肩でこうあーって程よく力入れていやでもそう多分そうだと思うんですよ。でも確かにそうだなと思って、その時が一番よしって思って塩持って、そうだから最後やっぱりこうねお互い塩取り行った時に両ね花道の呼び出しが立ち上がるので、それが時間いっぱいだってお客さんから見るとですね、よく見るとこう審判の親方が手を挙げてたりとか、あと行司さんの構えも変わるので、それはだからもう時間いっぱいですって言ってくれるし空気は読めると思うので、その時間いっぱいですってなった時のもう尊虚から立ち上がった時にはもうこうちょっとこう集中したい時間になるから、あそこでこう一回声援をバッとやめていただければ仕切ってる時にこう集中できるんじゃないかなと思いますよね。そうですね。手拍子はどうなんですか？やっていいものなのか。手拍子は個人的にはそのルールとしては載ってないんですよね。でも個人的なこれは意見ですけど、やってほしくはないですね。はい。あまりなんかこう相撲の応援っぽくないというか。はい。自分やられたことはないですけど、対戦相手がそういう時あったんですよ。だから九州だったら海洋関とか、こういう商品関とか、そうなんかそうですね。ちょっと拍手はね、こう名前呼んで上がる時に北大輝とかっていうのはねいいですけど、なんかこうみんなで声を合わせてこういうのはちょっとこうやめていただきたいなっていうのは。2人いるからね。対戦相手もいますし、ホームアンダーウェイじゃないから、そう相撲は相撲の良さってそこだと思うんですよ。やっぱりこう応援してくださる方々に強要するわけではないんですけど、我々こう力士側からするとやっぱり対戦相手がいることであって、だからこう他のなんていうんですかね、スポーツってこうガッツポーズとか、そういうのをよくやるじゃないですか。でもああいうのをしないのはやっぱりこう武道というか相撲道って道がつくんですよね。ですので勝った時はやっぱり自分が勝ったってことは負けた相手がいる。負けた相手のこう気持ちを思えっていう風な指導を受けるんですよ。だから勝った喜びは内に秘めて表に出すなっていうやっぱり言っていただくっていうのを考えると、じゃあ声援なんかももちろんそのねお互い両者のこう声援、それはもう応援する人は応援される方はね、応援する力士は自分でご自身で選ばれると思うんですけど、でも片方がこうそんな手拍子なんかで盛り上がられちゃうと、多分その応援してもらってる力士としてはやめてほしいな多分気持ちが持ってると思います。はい。だからなんか相撲ってそういうところがあっていいなっていう部分が、だからこう結構土俵下にこう落ちそうになった力士に手を差し伸べたりする力士多いじゃないですか。ああいうのはやっぱりこうその相撲道っていう道がつくやっぱ武道であるゆえんだと思うんですよね。だからこうやっぱりこう相手がいて自分があってっていう思いでいますので、その辺をこう考えるとそういったこう極端な応援っていうのはできればやめてほしいなって多分応援される側が思ってることなんじゃないかなって僕は思ってる。はい。かもしれないですね。そうですね。そうそう。応援グッズといいますか、タオルとかうちわとかが目立ちますけども、今の同様でタオルを回して応援しないとかが最近問題にはなってるんですけど、その辺はもう一度言うと、そうですね。タオルを回すのはダメだし、後ろのお客さんに邪魔になるし危ないじゃないですか。あと横断幕もダメですよね。横断幕を掲げて応援するっていうのも、あくまで自分の席でこの幅で収まるものにしていただければいいんじゃないですか。そうですね。自分たちの席で、自分たちの前でですね、こう持つ分にはいいですよね。応援タオルとかね。応援タオルとか、例えばそのこの距離この席で横断幕を誰々さん誰々関頑張れって持つ、その相撲の時に持つのは大丈夫ですけど、それをどっかにこう貼り付けるとか、そういうことはご遠慮いただいてますので、結構力士たちも、私も現役の時そうだったんですけど、その横断幕の応援が禁止だっていうのを力士たちって分かってるんですよ。だからそれをされてしまうとすごく自分が恥ずかしいっていう思いを持つ力士が多分多いと思うので、本当に応援タオルとかだったらね、相撲業界で販売もしてますし、周りの方にもご迷惑をおかけしないので、
だから自分のその後ろの方の視界にならないように使われる分には多分嬉しいと思うんですけど、だから土俵からもやっぱ横断幕って見えますんで、ああ横断幕禁止なのになって多分思ってる力士が多いと思いますよ。だから横断幕はぜひ、力士のためにもやめていただければありがたいなと思います。応援タオルをこう自分たちの前で持って結構壮観ですよね。こう持ってる力士の同じ対戦2人の力士のこうタオルをお互いにいろんなところでこう持っているとこって結構たくさんいるじゃないですか。あれなんか自分現役の頃タオルなかったので、すごい羨ましいな今、あれなんか見てていいなって思いますよね。もう本当にもう思いやりですよ。周りに対するこの思いやりと配慮によって多分みんな快適に大相撲観戦ができるんじゃないかなって本当思いますね。やっぱこう自分だけがっていうよりも、だからお酒もなんかもそうじゃないですか。もうお酒もたくさん飲んでいただいて全然楽しんでいただければいいと思うんですけど、周りの方に迷惑をかけないっていうのが一番。帰りにね酔っ払って転んで怪我とかありますもんね。そうなんですよ。そこから救急車とかなっちゃったらね、楽しい一日もったいないから。そうですね。本当にせっかく相撲を見に来たのに怪我して帰ってしまうっていうそういう一場所でも実際何回かありますもんね。ありますね。酔っ払いすぎて倒れられた方のお連れの方がもうものすごく申し訳ないですすみません本当にって謝られてるので、その辺もこうでも多分楽しいんだろうね。楽しいよね。楽しいからついつい飲み過ぎちゃったりとか。僕らもなんかそのねお迎えに行った時とか楽しんでくれてるんだろうなとは思いつつ、大丈夫かなっていつも心配するんですけどね。席移動のタイミングってなるんですかね。トイレ行ったりとかお土産売り場に行ったりとかで、そのもちろん取り組み中はそこはさっきも宮瀬親方が言ったタオルの部分じゃないですか、一番は、やっぱりタオルから時間ですから、そこからもう相撲が始まる最後のルーティンといいますか、時間になるので、もうそこはできるだけ、ちゃんとしたルールはないですけども、そこは一番避けてほしいところですよね。そうですよね。そこに集中していただいてね。だから意外と維持員の方々なんかは取り組みが始まりそうになると花道の奥の方で取り組みが終わるのをしっかり待たれてから自分のお席に入っていかれるので、そういうのもなんかすごくいいなと思って、周りの方にこうご配慮していただいてるんだなといつも思ってますね。ですのでやっぱ土俵入りと取り組みだね。土俵入りもやっぱり皆さん見たいから。だから見たいなと思うものに関してはなんとなくこうね時間って決まってるんで、だから土俵入りのちょっと前後といいますか、そこはちょっと気をつけた方がいいかもしれないですね。なかなか場所によってはそのトイレにも行きづらかったりもするから、だからちょっと早めにご準備いただいて、土俵の時は本当に皆さん着席して、本当にね生でせっかくだからやっぱ見ていただきたいですね。土俵入りは。弓取り式、結構弓取り式が始まったぐらいにご帰宅される方たちも多いんですけど、これもやはり同様に弓取り式を楽しみにされてる方もいてるのでみたいなことですかね。でも弓取り式に関してはなんていうんですかね、そのたまり席のお客様はなるべくその席を立たずに最後まで見てくださいっていうご案内はお願いしてはいるんですけど、他のお客様、その末席のお客様とか一席のお客様に関してはそんな特にはでもそれも弓取り式の文化じゃないですか。弓取り式が行われるなんか理由になったのって諸説いろいろあるんですよね。だから諸説の中の一つの有名なところでいうと織田信長公が上覧相撲を行われて、で勝った力士に対して褒美として弓を与えて、でその勝った力士がその弓をいただいたっていう喜びの舞が始まりだっていう諸説いろいろあるんですよ。そういう逸話もあるぐらいなので、そういったやっぱ文化に触れていただくっていう意味では弓取り式もしっかりと見ていただくといいのかなって。だからあれ横綱の代わりなんですよね。そうですね。勝った力士の代わりですよね。勝った力士の代わり。最後の。そう、勝った力士の代わりなんですよ。だからそこまで見ていただくとね、で最後キーを聞きながら席を立ち上がってこう帰っていただけると、その日も全てが終了しました。そうですね。で外に出るとね、羽太鼓聞きながらですね。ルールとしては別にいつ変えられても問題ないんですけども、ただ我々としたらそこまでせっかくなんで見ていただいて帰っていただけたらってことですね。そうですよね。なんか弓取りやってる力士もやっぱり皆さんに見ていただきたいからこう練習して弓取りも技術も学んでますので、
それがね立ち上がってわーって帰られて誰もいないところでやったら寂しいじゃないですか。だからその辺もやっぱり考えて応援していただけたらなと思いますね。親方たちに対してのマナーなんかあります？なんかちょっと前にあったんですけど、その現役当時のしこ名で呼ぶのは失礼じゃないでしょうかみたいな質問が来てたので、何か売店でのマナーとか親方に対してのまずしこ名で呼ぶのは失礼じゃないんですよね。全然失礼じゃないですよ。で、写真を撮ってくださいもん。全然もう。だからそうですね。ただそこも結局なんか写真もとかってなると結局その人の主観だと思っちゃうんですよ。その親方の、本当に写真撮りたくない親方もいるかもしれないじゃないですか。っていう中でいやいや親方チャンネルで見て写真いいって言われたからっていうのはだからその人のあれじゃないのかなって俺は思うんですよ。はい。でも割と嫌っていう人いないと思うよ。逆にでも親方衆でしたら取り組みがあるわけではないので、声かけてあげてほしいです。写真撮ってもいいですかって盗撮するんじゃなくて、はい、だから写真撮ってもいいですかって言ったら多分大概の親方がいいですよって言うと思います。で必ずこうね勝手にこうこそこそって撮るんじゃなくて、親方写真撮ってもいいですかって。そうですね。じゃあ一声かけてですね。できればなんかでも間違えないでほしいですよね。めっちゃありますよ俺。小野川親方と違う親方とか。いや別にこの前もサインお願いしますって言って結構先輩だったんですけど違う方と間違えられて、まあ同じヘアスタイルなんでっていうことはたびたび起こりますんで、その時は書かないんですよね。何か書かないでしょさすがに。俺じゃないんだもん。あれ違いますかってこの間違い結構ありますね。結構多々あるんですよね。なんか写真撮ってくださいって言われてあいいですよって撮った後にお名前なんですかって聞かれる時はいあれいやでも嫌な気はしないですよね。嫌な気はしない。全然ありがたいです。ただまあ各親方業務をやってますからね。その業務によってはちょっと写真が撮れない時もあるかもしれないっていうことです。業務なんですいませんって断られる親方もいるけど、それは感じ悪いわけではなくて、きっと真面目な親方なんだと思います。物販の時とかね、めっちゃ行列できてる時にね、レジしてたらさ。吉田さんの写真とかも対応できるだけしますけど、できるだけお待たせしちゃってるからね。待たせながらも自分もこうレジ立ってこう写真撮ったりとかしますけど、でお客さんも言われるように忙しそうだから声かけてやめましたとか言ってもらったりする時もあるし、逆にね。でもせっかく並んでね、こう買ってくれてるっていうお客さんのその気持ちもありますからね。ありがたい。本当に。なんかディズニーランドでキャラクターを探すぐらいの勢いで館内うろうろしてもらってね、親方たち検索してもらえると。意外と地方場所は見つかりやすい。いや自分もようやく見つけたとか言われたりするしてもらったりとかすること。ミキ下川のミキだよ。ありがとうございます。ということでですね、またこれから何かこう真面目なこう議題といいますか話をそうこうやってまたなんかまた何か議題をですね。本当になんかこう我々は相撲の文化をやっぱりこうね古くからある伝統文化を守っていくし、お客様もそういった観戦の文化をお客様で作っていただいて守っていっていただけると、なんか100年後で今年相撲協会財団法人100周年ですけど、100年後のお相撲観戦もなんか今とそんなに変わらない感じだったら、それはそれで私はすごいことだなって思うんですよ。ね、他のスポーツとはちょっと違うんだなっていう部分が残っていけたらなんか私はいいなって思いますね。これから皆さんぜひ何かこう知りたいことや議論会議してほしいことなどもしあればまたコメント欄にまた教えてください。この動画が面白いと思った方はお願いします。チャンネル登録、お前忘れてんだろ。グッドボタン、シェア、覚えてます。コメントもお待ちしてます。コメントも、大竹部屋の方もぜひよろしくお願いします。めっちゃ個人的や。思いやり足らないよ。思いやりが足らない。思いやりが。大竹部屋もぜひよろしくお願いいたします。固くな。ね、頑張っていきましょう。いや本当に今日は親方場所中のお忙しい時にありがとうございます。それでは皆さんまた会う日まで。